レッスン1、交渉。洋服を買うときに値切りしたことはありますか？通常はそうではありませんが、もっと安い価格を求めても害はありません。私はいつも交渉をためらっていましたが、やってみる価値はあると思います。カウンターオファーをするときは、自信を持って礼儀正しくすることがすべてです。成功すればいくらかお金を節約できると思います。絶対に。価格交渉は多くの文化で一般的な慣習です。次回、洋服を買うときに試してみます。リサーチを行い、商品の市場価値を知ることを忘れないでください。それは良い点です。製品の価値についての知識を持つことは不可欠です。合理的な提案を行い、効果的に交渉するのに役立ちます。それを心に留めておくよ。アドバイスありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョンハッピーショッピング、ハッピーバーゲン。感謝するよ、アンナ。交渉の技術を取り入れて、その恩恵を享受しよう。確かに、ジョン。お得な情報を見つけて、ショッピング体験を最大限に活用する方法をご紹介します。レッスン2、予算に優しい旅行。手頃な価格のフライトと宿泊施設を探していました。確かに、お得な情報を見つけることは旅行の費用を節約するのに役立ちます。さまざまな航空会社やホテル予約サイトの価格を比較してきました。それは賢いアプローチです。ベストプライスを求めて買い物をすることが重要です。また、オフピークシーズンに旅行して、料金を安くすることも検討しています。オフピークシーズンは、多くの場合、お得な料金で混雑が少なくなります。特定の曜日にフライトを予約することも節約につながると聞きました。はい、平日のフライトは週末のフライトよりも安い場合があります。格安航空会社も利用したいと思っています。大幅な節約が可能です。手荷物ポリシーと追加料金を必ず確認してください。いい点だ、アナ。低い基本運賃には隠れたコストが伴うことがあります。宿泊施設に関しては、ホステルやバケーションレンタルなどの代替案を検討したことがありますか？はい、最も費用対効果の高いソリューションを見つけるために、すべてのオプションを検討しています。それは素晴らしいです。ホステルやバケーションレンタルは、従来のホテルよりも手頃な価格です。また、プロモーションや割引コードにも注目します。ニュースレターに登録したり、ソーシャルメディアで旅行ウェブサイトをフォローしたりすると、お得な情報を入手するのに役立ちます。あまり妥協することなく、この旅を予算内に収めようと決心しています。綿密な計画と調査があれば、お金をかけずに楽しい旅行をすることは間違いなく可能です。アンナ、洞察してくれてありがとう。あなたのヒントは貴重です。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。お手頃価格の旅行オプションを見つけて、忘れられない思い出を作ってください。確かに、アンナ。出費をあまり気にせずに冒険に出かけましょう。レッスン3、公園の散歩。公園を散歩しましょうか。それはいいですね。新鮮な空気と自然を楽しみたいです。いつに会いましょうか。
午前10時に会いましょう。都合が良いですか？午前10時がちょうどいい一日をのんびり散歩して始めよ素晴らしい。どの入り口で待ち合わせるべき？う。噴水近くの正面玄関で会いましょいいですね。それでは午前10時にそこで会いましょう。パーフェクト。水筒と履き心地の良い靴を持ってきます。帽子と日焼け止めも忘れずに持参してください。いいアイディアだ。特に野外活動中は日焼け止めが不可欠です。絶対に。安全と快適性は常に最優先事項です。公園を散歩するのを楽しみにしています。すっきりするよ。私もリラックスして自然とつながる素晴らしい方法です。あなたが私に加わってくれて嬉しいです。一緒ならもっと楽しくなるよ。同じように、ジョン。これからの美しい一日を最大限に活用しよアンナ、私と一緒にこの散歩に行くことに同意してくれてありがとう。どういたしまして。ジョン一緒に時間を過ごすのはいつだって楽しいよ。午前10時に会いましょう。ありがとう、アンナ。明日の朝、公園で会いましょレッスン4、ロックソングを楽しむ。私はロックソングを演奏するのが好きで、ゴッホにインスパイアされています。面白いよ。ジョン、音楽と芸術は強力な組み合わせになりうる。ゴッホの情熱と創造性は、ミュージシャンとしての私の心に響きます。彼の鮮やかな絵画は、彼の感情と芸術的表現を反映しています。同様に、ロックミュージックは私が自分自身を表現し、他の人とつながることを可能にします。音楽には感情を呼び起こし、人々を結びつける方法があります。ゴッホの大胆でエネルギッシュな筆致は、ロックミュージックのエネルギーと似ている。岩の強烈さと生々しさは、ゴッホの作品の強烈さを反映しています。ロックソングを演奏すると、ゴッホの芸術と同じように、自由と開放感が得られます。情熱を刺激する芸術的なインスピレーションがあるのは素晴らしいことです。ゴッホのライフストーリーは、音楽の夢を追い求めるきっかけにもなります。彼の忍耐力と献身は、称賛し、見習うべき資質です。ゴッホが芸術でやったように、音楽を通して人々の生活に影響を与えたいと思っています。君なら達成できると信じているよ。ジョン、あなたの情熱と才能は音楽を通して輝きます。ありがとう、アンナ。あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。どういたしまして。ジョン、ロックを続け、芸術の旅を続けてください。そうするよ、アンナ。これからも芸術からインスピレーションを得て、自分たちだけの傑作を作りましょう。絶対に、ジョン。私たちの生活を豊かにしてくれる音楽と芸術の力に耳を傾けてください。乾杯、アンナ。音楽を流して色を生き生きとさせましょう。レッスン後、電子レンジの選択。こんにちは。キッチン用の新しい電子レンジが必要です。何か提案は？わかった、ジョン。要件と予算はどのようなものですか？
それなりの容量と複数の調理機能を備えた電子レンジを探しています。対流式やグリルオプションなどの機能を備えた電子レンジの購入を検討してください。それはいいですね。サイズはどう？カウンタースペースが限られています。機能性を損なうことなく、設置面積が小さいコンパクトなモデルを探してください。それを心に留めておくよ。おすすめのブランドはありますか？パナソニック、LG、サムスンなどの人気ブランドは、高品質の電子レンジで知られています。素晴らしい。彼らのモデルをチェックしてレビューを読みます。レビューを読むと、様々なモデルの性能と耐久性についての洞察が得られます。電子レンジのワット数を考慮すべきですか？一般に、ワット数が高いほど、調理はより早く、より効率的になります。なるほど。じゃあそれなりのワット数の電子レンジを目指そう。コントロールパネルと使いやすさを忘れずにチェックしてください。良い点です。直感的なインターフェースを備えた電子レンジが好きです。便宜上、調理プログラムがプリセットされているモデルを探してください。それは役に立つでしょう。一般的な料理にはプリセットのオプションをよく使います。最後に、価格を比較し、進行中のプロモーションや割引を探します。情報に基づいた決定を下すには、価格比較が不可欠です。絶対に、ジョン。キッチンにぴったりの電子レンジがきっと見つかるよ。アンナ、ご指導ありがとうございます。あなたの提案は私の検索をより簡単にします。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。電子レンジハンティングを楽しんでください。ありがとう、アンナ。ご協力に感謝します。これが私のキッチンに新しくて効率的な追加品です。レッスン6、ターゲット広告。いいアイディアだ。ターゲットを絞った広告は？はい、それは以前から有効でした。適切なオーディエンスにリーチするのに役立ちます。ビジネスにターゲットを絞った広告をどのように実装できますか？まず、ターゲットオーディエンスとその人口統計を定義します。それができたら、どうすれば効果的に彼らにリーチできるでしょうか？ターゲットを絞った広告オプションを提供するソーシャルメディアプラットフォームを利用できます。どのプラットフォームをお勧めしますか？ Facebook と Instagram には、特定のユーザー層をターゲットにする強力な広告ツールがあります。他のプラットフォームも検討すべきでしょうか？ターゲットオーディエンスによって異なります。LinkedIn や Pinterest などのプラットフォームは、特定のビジネスに適している場合があります。キーワードや興味関心を使ってターゲティングを絞り込むのはどうですか？それは良い戦略です。関連性の高いキーワードを使用することで、オーディエンスを絞り込むことができます。すでに関心を示しているユーザーに広告をリターゲティングするのはどうですか？リターゲティングは非常に効果的です。これにより、当社のブランドを潜在的な顧客の前に留めておくことができます。専門家を雇うべきか、それとも自分で広告を管理すべきか？それは私たちの予算と専門知識によります。専門家を雇うことで、最適な結果を得ることができます。広告のパフォーマンスも追跡して分析する必要がありますよね。
絶対に。指標をモニタリングすることは、キャンペーンの最適化に役立ちます。ターゲットを絞った広告が私たちのビジネスに与える影響を見てワクワクしています。私も、適切な人にリーチし、コンバージョンを促進するための強力なツールです。アンナさん、ターゲット広告の導入に関するご意見とご指導ありがとうございます。どういたしまして、手伝えてよかった。私たちの広告キャンペーンを成功させましょう。間違いない、アナ。ターゲットオーディエンスにリーチし、ビジネスを成長させることが目標です。レッスン7、快適なサイクリング。21ギアはいいですね。乗り心地はいいかな？はい、複数のギアを使用すると、よりスムーズで効率的なサイクリングが可能になります。乗車中は常にギアをシフトする必要がありますか？地形と希望するリズムによって異なります。ギアをシフトすることで、ペダリング時の労力を最適化できます。さまざまな状況でどのギアを使用するかを知るにはどうすればよいですか？低いギアは上り坂の上りに適しており、高いギアは平坦または下り坂のセクションに適しています。走行中にギアを切り替えるのは簡単ですか？練習すれば、ギアシフトが自然と身につきます。地形に適したギアを見つけるのが簡単になります。自分のライディングスタイルに合わせてギアを調整できますか？一部のバイクでは、ギアを調整してライディング体験をカスタマイズできます。バイク自体の快適性はどうですか？起伏の多い地形を走る予定がある場合は、快適なサドル、人間工学に基づいたハンドルバー、サスペンションなどの機能を探してください。乗り心地が良いことで知られている特定のバイクブランドはありますか？トレック、ジャイアント、スペシャライズドなどのブランドは、高品質のコンポーネントを備えた快適なバイクを製造することで知られています。快適性を高めるために、タイヤの幅が広い自転車を購入することを検討すべきですか？幅の広いタイヤは、特に凹凸のある路面でのクッション性と安定性が向上します。スムーズで楽しいサイクリング体験をしたいです。その場合は、快適さとパフォーマンスのバランスを取るために、アルミニウムやカーボンファイバーなどの優れたフレーム素材を使用した自転車を購入することを検討してください。快適なサイクリングについてご指導いただきありがとうございました。どういたしまして、あなたのニーズに合った完璧なバイクが見つかることを願っています。新しい自転車でアウトドアを探索するのを楽しみにしています。ライドを楽しんでください。安全を確保して、サイクリングを楽しんでください。そうするよ、アンナこれからの快適で楽しい乗り物をご紹介します。レッスン8、ビーチでの休暇。もちろん、ビーチでの休暇はいかがですか？いつも爽やかでリラックスできます。素晴らしいね。どのビーチデスティネーションを思い浮かべますか？バリのビーチについて素晴らしいことを聞いたことがあります。どう思う？バリ島は美しいビーチと活気に満ちた文化で人気があります。素晴らしい選択肢となるでしょう。バリ島でおすすめのビーチはありますか？クタビーチとスミニャックビーチは美しい海岸と活気に満ちた雰囲気で人気があります。
宿泊施設についてはどうですか？ビーチフロントのリゾートについて何か提案はありますか？ヌサドア地区には素晴らしい景色と素晴らしい設備を備えた豪華なビーチフロントリゾートがいくつかあります。私はリラクゼーションと冒険の組み合わせが好きです。ウォータースポーツのアクティビティはありますか？絶対に。バリではサーフィン、シュノーケリング、スキューバダイビングなど様々なウォータースポーツを楽しめます。ワクワクしそうですね。初めてサーフィンをしてみたいです。バリのビーチは波で有名で、初心者がサーフィンを学ぶのに最適な場所です。郷土料理はいかがですか？絶対食べておきたい料理はありますか？バリ料理は美味しいです。ナシゴレンやバビグリーンなどの料理をお見逃しなく。必ず地元の味を堪能します。バリ島で他に探検すべきことはありますか？バリ島は寺院や文化施設で知られています。タナロットとウルワツ寺院は一見の価値があります。バリ島には思い出に残るビーチでの休暇にぴったりの場所がたくさんあるようです。本当にそうだ。ジョン太陽と砂浜と文化を楽しんで、きっと素晴らしい時間を過ごせるでしょう。アンナ、ビーチでの休暇に関するご意見とおすすめをありがとうございます。どういたしまして、ジョン・リラックスと冒険に満ちた素晴らしい旅になることを願っています。日光浴をして、バリの美しいビーチでくつろぐのが待ちきれません。素晴らしい時間を過ごしてください、ジョン。忘れられないビーチでの休暇に行きましょう。レッスン9、キャンドル作りのプロセス。キャンドル作りのプロセスにはいつも興味がありました。何が関係しているの？とても簡単だよ、ジョン。まず、ダブルボイラーかメルティングポットでワックスを溶かします。キャンドルの製造にはどのような種類のワックスが一般的に使用されていますか？ソイワックスと蜜蝋は自然でクリーンな燃焼特性があるため人気があります。ワックスが溶けたら次のステップは何ですか？溶かしたワックスにフレグランスオイルまたはエッセンシャルオイルを加えると心地よい香りがします。キャンドルの色をカスタマイズできますか？はい、液体または粉末のキャンドル染料を加えて希望の色にすることができます。キャンドルを形作る方はどうですか？シリコンモールドや従来の金属モールドなど様々なモールドを使用してキャンドルを形作ることができます。ワックスを注ぐ前に芯を型に差し込む必要がありますか？はい、芯を型の底に固定し、まっすぐに立っていることを確認してからワックスを注ぎます。冷却プロセスはどうですか？どのくらい時間がかかりますか？冷却時間はキャンドルのサイズと使用するワックスの種類によって異なります。数時間から一晩かかることがあります。キャンドルを冷やして固めたら型から取り出すことはできますか？はい、キャンドルを優しく押したりねじったりして、型から慎重に取り外してください。ろうそくに火をつける前に芯を切るべきですか？火をつける前に芯を約4分の1インチに切って、きれいで均一に燃えるようにします。それは簡単に思えます。高品質のキャンドルを作るためのその他のヒントはありますか？
フレグランスオイルの適切な比率を念頭に置き、安全上の注意事項に従い、様々なデザインや香りを試してください。アンナ、キャンドル作りのプロセスを説明してくれてありがとう。やってみることにワクワクしています。どういたしまして、ジョン自分だけのキャンドルを作るクリエイティブなプロセスを楽しんでください。自宅用やギフト用にユニークでアロマティックなキャンドルを作るのが待ちきれません。きっと素晴らしい結果になるよ、ジョンハッピーキャンドル作り。レッスン10、一貫性を保つためのヒント。自分の進歩の一貫性を保つのは難しいと感じているので、モチベーションは保たれます。これを克服するためのヒントはありますか？一貫性が鍵だ。ジョン。まず、現実的な目標を設定し、それを小さく管理しやすいタスクに分解することから始めましょう。火を散らすものや障害に直面したときに、どうすればモチベーションを維持できますか？インスピレーションの源を見つけ、定期的に目標を思い出してください。協力的な人々に囲まれて、ポジティブな環境を作りましょう。ルーチンを確立し、それに固執するのに役立つ戦略はありますか？目標に専念する時間を含むスケジュールまたは毎日のルーチンを作成します。リマインダーを設定したり、生産性向上アプリを使って予定通りに進めたりできます。途中で挫折したり、1日の進捗を逃したりした場合はどうなりますか？あまり自分に厳しくしないで、ジョン。挫折を認め、そこから学び、翌日にはそのことにこだわらずに軌道に戻りましょう。時々、自分の目標の長期的な性質に圧倒されることがあります。何か提案はありますか？長期目標をより小さなマイルストーンに分解してください。達成した各マイルストーンを祝い、モチベーションと進歩感を維持しましょう。どうすれば集中力を保ち、先延ばしを避けることができますか？1日のうちで最も生産的な時間帯を特定し、その期間に重要なタスクをスケジュールします。気を散らすものを最小限に抑え、自己規律を身につけ説明ましょう。責任は一貫性を維持するのに役立ちますか？はい、アカウンタビリティパートナーを探すか、同じような目標を持つコミュニティに参加してください。進捗状況を共有し、定期的な確認を通じて互いに支え合途中で興って味や情ください。熱を失ったらどうなりますか？自分の理由を再確認しろ。ジョン。始めた理由を振り返り、新しいアプローチを模索したり、新鮮なインスピレーションを見つけたりして、情熱を再燃させてください。進捗状況を効果的に追跡する手法はありますか？日記をつけたり、進捗追跡アプリを使用して、成果、マイルストーン、改善すべき分野を記録してください。進捗状況を視覚的に思い出させるのにも役立ちます。長期的に見て、どうすれば目標にコミットし続けることができますか？目標を達成することで得られるメリットや報酬を継続的に思い出してください。プロセスに全力で取り組み、その道のりをしっかり受け入れてください。アンナ、一貫性と進歩に関するこれらの貴重なヒントを共有してくれてありがとう。どういたしまして。ジョン。一貫性は、日々の小さな行動によって気づかれることを忘れないでください。続ければ、結果が見えてくるでしょう。私はこれらの戦略を実行し、目標に向かって一貫した進歩を遂げることを決意しています。それが精神だよ、ジョン。あなたの成功とあなたの願望への着実な旅を願っています。アンナ、あなたのサポートに感謝します。一貫性を保ち、目標を達成しましょう。
レッスン11、新しい服を試着する。アンナ、新しい服を買ったよ。見てみたいかい？はい、そうです。こちらです。彼らはどんな風に見えるの？よく似合うけど、このシャツの色はよくわからない。どう思う？色は似合ってるよ。ジョン。お顔色を素敵に引き立ててくれます。それは聞いてよかった。このジーンズはどう？そのジーンズはあなたに似合っているよ、ジョン。フィット感もスタイルも完璧です。そう思ってくれて嬉しいよ。さて、このジャケットについてどう思いますか？ジャケットはコーディネートにスタイリッシュな雰囲気を加えます。ジョン、似合ってるね。アンナ、フィードバックありがとうございます。あなたの意見を大切にします。どういたしまして、ジョン。いつでも喜んでお手伝いします。他に何か見せたいものはありますか？はい、もう一つあります。このセーターはどう？セーターは居心地がよくスタイリッシュに見えます。様々な場面で使える万能アイテムです。それを聞いて安心したよ。セーターの絵がよくわからなかった。このパターンは見た目も面白くし、セーターをユニークにします。あなたによく似合います。アンナ、あなたの意見に感謝します。セカンドオピニオンを得ることはいつでも役に立ちます。お手伝いできて嬉しいよ。ジョン。自信を持って服を選ぶことは大切だ。確かに、気分が良くなる服を着ると自信が高まります。絶対に。自分の好みや個性に合ったフィット感、スタイル、色を見つけることがすべてです。アンナ、私の新しい服についての貴重なフィードバックをありがとどういたしまして、ジョン。喜んでお手伝いします。新しいワードローブを着て楽しんでください。そうするよ、アンナ。あなたの意見は私にとって大きな意味があります。見た目も気分も最高です。レッスン12、イベントへの登録。アンナ、イベントに参加したいんだけど、登録用紙に記入する必要があると言われました。素晴らしい、ジョン。通常、登録フォームはウェブサイトで見つけるか、メールでリクエストできます。登録フォームに個人情報を提供すべきですか？はい、ジョン。氏名や連絡先、時には職業や組織を尋ねられることもあります。彼らが必要とするかもしれない特定の情報はありますか？イベントによっては、食事制限や特別なリクエスト、緊急時の連絡先などを尋ねられることがあります。登録料を支払う必要がありますか？イベントによっては登録料がかかる場合がありますので、支払い要件についてはフォームまたはイベントの詳細を確認してください。登録フォームを送信するにはどうすればいいですか？通常、フォームはウェブサイトから電子的に送信するか、指定された連絡先に電子メールで送信できます。登録の締め切りはありますか？はい、ジョン。イベントの登録期限を確認して、その日までにフォームを提出してください。フォームを送信した後に確認書は届きますか？一般的には、はい。
登録を確認する確認メールまたは通知が届きます。質問がある場合やサポートが必要な場合はどうすればいいですか？ご不明な点がございましたら、イベント主催者に直接お問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます。必要に応じて後で登録内容を変更することはできますか？イベントの方針により異なります。変更を許可するものもあれば、変更に関する特定のガイドラインがあるものもあります。登録後にイベントに参加できない場合はどうなりますか？参加できない場合は、必要な調整を行えるように、できるだけ早く主催者に知らせてください。アンナ、登録プロセスを明確にしてくれてありがとどういたしまして、ジョン表示される指示に従えば、イベントへの登録は簡単です。う。ご指導ありがとうございます。これで自信を持って登録を完了できるようになりました。お役に立ててよかったです。ジョンさん、このイベントを楽しんで、その経験を最大限に活かしてください。そうするよアンナ、改めてご支援ありがとうございます。登録成功と思い出に残るイベントになりますように。レッスン13、健康のために睡眠を優先する。アンナ、最近疲れてるよ。エネルギーレベルを上げる方法について何かアドバイスはありますか？ジョン、十分な睡眠をとることから始めましょう。毎晩7時間から9時間の質の良い睡眠をとることを目指してください。いくつか変更を加え、睡眠を優先してみます。睡眠を良くするためのコツはありますか？就寝前のルーチンを確立し、就寝前にカフェインや電子機器を避け、穏やかな睡眠環境を作りましょう。眠りに落ちたり、眠り続けるのが難しい場合はどうすればいいですか？深呼吸や瞑想などのリラクゼーションテクニックを練習してください。それでも問題が解決しない場合は、医師の診察を受けることを検討してください。就寝時刻と起床時間は重要ですか？はい、ジョン。毎日同じ時間に就寝して起床して、一貫した睡眠スケジュールを維持するようにしてください。日中の昼寝はエネルギーレベルを上げるのに役立ちますか？短時間の仮眠は有益ですが、睡眠を妨げる可能性があるため、長時間の昼寝や就寝時間の近くでの昼寝は避けてください。睡眠の質に影響する生活習慣の要因はありますか？はい、アルコールの過剰摂取、喫煙、就寝前の重い食事などの特定の習慣は、睡眠を妨げる可能性があります。運動はどう？睡眠には役立ちますか？定期的な身体活動は睡眠の質を高めますが、就寝間近の激しい運動は元気が出る可能性があるため避けてください。睡眠を優先することの利点がわかるまでどのくらいかかりますか？常に良い睡眠習慣を実践することで、数週間以内にエネルギーレベルと全体的な健康状態を改善できます。睡眠は生産性や気分など生活の他の分野にも影響を及ぼしますか？絶対に、ジョン。質の高い睡眠は認知機能、気分の調節、そして日々の最適なパフォーマンスにとって不可欠です。アンナ、睡眠の重要性を強調してくれてありがとう。今夜からそれを優先させよう。どういたしまして、ジョン。心と体を十分に休ませることは、より健康で充実した生活に役立つことを忘れないでください。
ご指導ありががとうございます。よく眠り、安らかな活夜と力を元気な高めましょう。日々をお祈りします。レッスン14、バレットチップ。それ以外に、係員付きサービスを使用する際に注意すべき点はありますか？係員からすべての持ち物を忘れずにお受け取りください。それは良い点です。大事なことは忘れたくない。急いでいると小物を見落としがちです。特に注意すべき項目はありますか？鍵、携帯電話、財布、貴重品は必ず取り出してください。それを心に留めておくよ。どれも失いたくない。出発前に再確認した方がいいです。係員付き航空券は持っておくべきですか？はい、係員付きチケットは後で車両を受け取る際に重要です。それでは必ず安全な場所に保管しておきます。それはいい考えだ。それは君の車の所有権の証明だ。係員付き駐車サービスをスムーズに行うためのその他のヒントはありますか？係員にサービスの対価としてチップを渡すのは良い習慣です。通常、チップはいくら払えばいいですか？サービスのレベルにもよりますが、標準は通常数ドルです。それではチップ用の現金を用意しておきます。それは思いやりがあるね。係員は感謝するでしょう。他に心に留めておくべきことはありますか？返却時には車両に損傷がないか検査することをお勧めします。それは賢明な予防策です。必ずそうするよ。施設を出る前に懸念事項に対処することをお勧めします。アンナ、バレットに関するこれらのヒントを共有していただきありがとうございます。どういたしまして、スムーズな体験に役立つことを願っています。あなたのアドバイスに感謝します。常に十分な準備をしておくのは良いことです。絶対に。これにより、バレットサービスを手間をかけずにご利用いただけます。次回の係員付きサービスのために、これらすべてのヒントを心に留めておきます。お手伝いできて嬉しいよ、ジョン。安全な旅を。ありがとう、アンナ。あなたの指導は貴重です。これからもお互いから学び続けましょレッスン15、市内中心部の探索。市内中心部に行きたいです。あなたは運がいいです。バス停は角を曲がったところにある。それは便利です。バスはどのくらいの頻度で走りますか？彼らは頻繁にスケジュールを組んでおり、通常は10から15分おきです。それは素晴らしいです。バスを長く待たなくてもいいよ。まさに、市内の公共交通機関は効率的です。探すべき特定のバス番号はありますか？必要なバス番号は23です。市内中心部まで直接行きます。パーフェクト。23番のバスから目を離さないと。心配しないでください。バスには通常、番号が明記されています。市内中心部まではバスでどれくらいかかりますか？交通状況にもよりますが、所要時間は約20分です。
それほど悪くはない。景色を楽しむ時間ができるよ。はい、途中でいくつかの興味深いランドマークを見ることができます。市内中心部に行く前に注意すべき停留所はありますか？バスは数回停車しますが、降りる時間になったらお知らせします。それはありがたいです。停留所を逃したくない。問題ないよ。ジョンちゃんと知らせておくよ。支払う必要のある特定のバス運賃はありますか？バスの運賃は正確にお釣り $2.50 ドルを用意しておくのが一番です。ちゃんとした量を用意しておきます。それは賢い。搭乗手続きがスムーズになります。市内中心部に着いたらおすすめの場所はありますか？市内中心部には多くのアトラクションがあります。セントラルパークと美術館は探索する価値があります。絶対にチェックします。推薦ありがとうございます。どういたしまして、ジョン市内中心部での時間を楽しんでください。楽しみです。アンナ、助けてくれてありがといつでもいいジョン街を探索して素晴らしい一日を過ごしてください。う。そうするよアンナ、これからも私たちの経験や発見を共有していきましょう。レッスン16、ショッピングの楽しみ。買い物をする時間があってよかったです。待ち時間がもっと楽しくなりました。絶対に。ショッピングはいつも体験にワクワクをもたらします。同感です。それに、今日はいくつかお得な情報を見つけました。はい、それらの割引は素晴らしかったです。お買い得品を手に入れるのが大好きです。必要なものを低価格で見つけられるのは満足です。間違いなく、ショッピング体験がさらに良くなります。また、お金の節約にもなります。それはおまけだ。節約できた分は他のことに使えます。まさに、他の活動のために余計な資金があるのはいいことだ。買い物時間を有効活用できてよかったです。私も、その日の楽しみが全体的に増した。ショッピングは楽しくてやりがいのある体験です。絶対に、お出かけに特別な雰囲気を添えてくれます。次のショッピングアドベンチャーをもう楽しみにしています。私を頼りにして、あなたと一緒に買い物をするのはいつも楽しいです。同じように、ジョン。私たちは素晴らしいショッピングチームを作っています。ありがとう、アンナ。これからも一緒に体験を楽しみましょう。同意しました、ジョン。これからもっと楽しいショッピング旅行を。レッスン17、キャンドルクラフト。どういたしまして。きっとあなただけのユニークなキャンドルを作って楽しんでいただけると思います。ありがとう、ジョン。キャンドル作りに挑戦できて本当にワクワクしています。自分の創造性を表現できる素晴らしい趣味です。昔からキャンドルが大好きだったので、自分でキャンドルを作るのは素晴らしい音です。色、香り、デザインを自由に選択できます。
私が一番楽しみにしているのは、パーソナライズすることです。生活空間に個性を加えるのに最適な方法です。家の周りに美しく香りの良いキャンドルを置くのが待ちきれません。そして、自分で作ったことを知って満足するでしょう。それは本当です。きっとやりがいのある経験になるよ。さらに、友人や家族への心のこもったギフトとして送ることもできます。それは素晴らしいアイディアだ。手作りのろうそくはとても素敵なプレゼントになる。彼らはそうします。人々に喜ばれる、ユニークで心のこもった贈り物です。もういろんなキャンドルのデザインを作れるか考えています。想像力を膨らませましょう。可能性はたくさんあります。私は間違いなく様々な色や香りを試します。それこそがキャンドル作りの魅力であり、無限の創造性です。ジョン、このクラフトを探求するきっかけを与えてくれてありがとう。どういたしまして、アンナ。君に何か新しいことを紹介できて嬉しいよ。キャンドル作りの世界に飛び込むのが待ちきれません。素晴らしいことになりそうです。旅を楽しんでください、アンナ。きっと素晴らしいキャンドルが作れるでしょう。あなたの励ましに感謝します。このエキサイティングな冒険の準備はできています。幸運を祈ります、アンナ。君がろうそく作りに秀でるだろうね。レッスン18、便利なホテル滞在。ホテル滞在、それって便利。プールに監視員はいますか？絶対に、ジョン。ホテルのプールには監視員が常駐しています。それは心強いですね。特に水辺では、安全は常に最優先事項です。同感です。プール活動を監督する訓練を受けた専門家がいることは重要です。誰かが監視していることを知っていると安心できます。間違いなく。ライフガードは安全で楽しい水泳体験を保証します。ライフガードが勤務している特定の時間帯はありますか？はい、ライフガードは毎日指定された時間帯に常駐しています。それは知っておくと良いことです。それに応じてプールの時間を計画できます。まさに、ライフガードがいるときに泳ぐのが一番です。お客様の安全に対するホテルの取り組みに感謝します。彼らはそれを真剣に受け止め、ゲストの健康を優先しています。ライフガード以外に、他に安全対策は講じられていますか？はい、ホテルでは様々な安全プロトコルを実施しています。彼らが実施している対策にはどのようなものがありますか？明確な看板、緊急時の備品、定期的なプールのメンテナンスがあります。彼らは安全に対して包括的なアプローチをとっているようです。間違いなく、彼らはゲストに安心して滞在してもらいたいのです。それは賞賛に値する。これにより、全体的なエクスペリエンスと満足度が向上します。絶対に。ホテルにとってゲストの安全を最優先することは不可欠です。私たちの健康を大切にするホテルを選んでよかったです。
私も、私たちが良い状態にあると知って安心しています。重要な詳細をすべて確認していただきありがとうございます、アンナ。どういたしまして、旅行を計画するときはいつも安全を優先するようにしています。アンナ、それが私があなたとの旅行を楽しむ理由の一つです。同じように、ジョン。安全で楽しい体験を提供することに関しては、私たちは素晴らしいチームを作っています。アンナ、これ以上同意できない。これからの冒険では、これからも安全を優先していきましょう。絶対に、ジョン。常に安全第一。レッスン19、まとめ。今すぐカウンター。よし、終わらせよう。そうしたら。外に出て夕食をとりましょう。お腹が空いてきた。計画のように聞こえます。近くに美味しいレストランが見つかるよ。イタリア料理を食べたい気分だ。あなたはどう？イタリア語は私にもいいですね。イタリアンレストランを探そう。素晴らしい。ここのカウンターですぐに支払いを済ませるよ。時間をかけてください。入り口の近くで待ってるよ。すべて完了しました。ジョンさん、お待たせしました。どういたしまして、アンナ。全然時間はかからなかった。ご理解のほどよろしくお願いします。さあ、行って空腹を満たそう。絶対に。美味しい食事を楽しみにしています。生産的な一日を過ごした後は、美味しい食事を楽しむのはいつでもいいことです。これ以上は同意できませんでした。それは当然のご褒美だ。そして、良い会社と共有するとさらに良くなります。この食事体験を一緒に共有できて嬉しいです。私も、ジョン素晴らしい一日だった。確かに。私たちの夜も最大限に活用しましょう。きっと楽しくなると思います。私たちはいつも素晴らしい時間を過ごしています。それは本当です。私たちの会話と笑いはすべての瞬間を特別なものにします。私たちの友情に感謝しているよ、ジョン。それは私にとって大きな意味があります。気持ちはお互い様だよ、アンナ。あなたは素晴らしい友達です。ありがとう、ジョン。これからも一緒に美しい思い出を作りましょう。絶対に。これからもっともっと冒険と楽しい時間を過ごしましょおめでとう、ジョンさあ、夕食を楽しみましょう。これ以上は同意できませんでした。思い出に残る夕べにしようよ、アンナ。レッスン20、切手取引。ユニークなデザインや限定版の場合、他のコレクターと切手を交換しますか？絶対に、ジョン。切手取引は私のコレクションを広げる素晴らしい方法だ。通常、取引する他のコレクターはどのようにして見つけますか？切手収集専用のオンラインフォーラムやコミュニティがあります。便利そうですね。世界中のコレクターとつながることができます。はい、愛好家の仲間と出会える素晴らしい機会です。取引したい特定の切手はありますか？
現在、ヴィンテージのヨーロッパの切手と珍しいテーマセットを探しています。過去に取引を成功させたことはありますか？間違いなく、取引を通じて素晴らしい切手を手に入れることができた。それは素晴らしいです。趣味に冒険心が加わります。そうです。どんなユニークなスタンプに出くわすかわかりません。特に取引用に保管している複製品はありますか？はい、取引目的で複製を保管したいと思っています。あまりお金をかけずにコレクションを拡張する賢い方法です。まさに、関係者双方にとって好都合な状況です。切手を交換する際、公正な取引を行うにはどうすればよいですか？通常、切手の状態と価値については事前に話し合います。これは誤解や失望を避けるために重要です。絶対に、切手取引では明確なコミュニケーションが重要です。切手取引を通じて長続きするつながりを築いたことはありますか？はい、同じ情熱を共有する素晴らしい人々に出会いました。切手収集が人々を結びつけるのは素晴らしいことです。本当にそうです。私たちには共通の関心事があり、それが私たちを結びつけています。コレクターと直接会うために切手展やイベントに参加しますか？はい、私は可能な限り切手ショーや展示会に参加することを楽しんでいます。珍しい切手を間近で見たり、他のコレクターに会ったりするのはワクワクするに違いありません。スリリングな体験だね。ジョン、私はいつも何か新しいことを学びます。喜びをもたらし、他の人とつながる趣味を見つけてよかったです。ありがとう、ジョン。切手収集は私の人生を本当に豊かにしてくれました。アンナ、探検と取引を続けてください。あなたのコレクションは今後も増え続けるでしょそうするよ。ジョンもしかしたらいつか探していた捉えどころのない切手が見つかるかもしれない。私はあなたの情熱と決意を信じています、アンナ。ハッピートレーディング。ありがとう、ジョン。あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。これからも一緒に趣味を楽しみましょう。レッスン21、エクササイズルーチン。一般的には、少なくとも週に3から4日は運動することをお勧めします。その通りだ。定期的な運動には多くの健康上の利点がある。ルーチンに取り入れることができるエクササイズにはどのような種類がありますか？心血管系エクササイズ、筋力トレーニング、柔軟性エクササイズを組み合わせて含めることができます。心臓血管運動の例を教えてください。確かに、ジョギング、サイクリング、水泳、早歩きなどのアクティビティは心血管の健康に最適です。そして、筋力トレーニングの練習はどうですか？筋力トレーニングのエクササイズには、ウェイトリフティング、レジスタンスバンドの使用、腕立て伏せやスクワットなどの体重エクササイズが含まれます。考慮すべき特定の柔軟性エクササイズはありますか？ヨガやピラティスなどのストレッチエクササイズは、柔軟性を高め、怪我を防ぐのに役立ちます。各エクササイズセッションの所要時間はどれくらいですか？
セッションごとに少なくとも30分間の中強度の運動を目指します。それは実行可能に聞こえます。30分も余裕がないとどうなる？一度に10分など短い運動でも効果があります。毎日同じ時間に運動すべきですか？決まった時間を設ける必要はありませんが、一貫性が重要です。自分にとって最も都合の良い時間を見つけて、それを守りましょう。ワークアウトの合間に休憩をとっても大丈夫ですか？はい、休息日は回復にとって重要です。体の声に耳を傾け、休息と修復の時間をとってください。定期的に運動するモチベーションを保つにはどうすればいいですか？現実的な目標を設定し、好きなアクティビティを見つけて、モチベーションを高めるために友達と一緒に運動したり、フィットネスクラスに参加したりすることを運動を検討して始めるください。前に医師に相談すべきですか？基礎疾患や懸念がある場合は、必ず医療従事者に相談することをお勧めします。それを心に留めておくよ。安全第一。絶対に、ジョン。あなたの健康と幸福は常に最優先されるべきだ。アンナ、これらのエクササイズのヒントを共有してくれてありがとどういたしまして、ジョン。定期的な運動習慣の確立に役立つことを願っています。う。ご指導ありがとうございます。これからもお互いのフィットネスの旅をサポートしていきましょ間違いない、ジョン。より健康的でアクティブなライフスタイルへ。レッスン22、屋外で音楽を楽しむ。う。音楽はどう？ポータブルスピーカーを持ってきて曲を演奏することはできますか？それは素晴らしいアイデアのようですね。音楽はアウトドア体験を向上させることができます。特定のタイプのポータブルスピーカーを検討すべきですか？耐久性があり、防水性があり、バッテリー寿命が長いポータブルスピーカーを探してください。公共の屋外スペースでの音楽再生に制限はありますか？他人の平和と静けさを尊重することが重要です。音量を適度なレベルに保ち、周囲に配慮してください。それは理にかなっています。私たちは他人の邪魔をしたくありません。まさに、思いやりを持ちながら音楽を楽しむことがすべてです。屋外でどんなジャンルの音楽を聴くのが好きですか？いろいろなジャンルが好きですが、屋外では明るい曲やリラックスできるメロディーが心地よい雰囲気を作り出すことがよくあります。アウトドアアドベンチャー用のプレイリストを一緒に作成できますか？それは素晴らしいアイディアだ。お互いが楽しめる曲を追加して、体験をより楽しくすることができます。順番にプレイリストから曲を選んでみてはいかがですか？私はそのアイデアが好きです。お気に入りの音楽を共有したり、新しい曲を発見したりすることができます。ポータブルスピーカー用の予備のバッテリーまたはパワーバンクを持参する必要がありますか？特に長時間の外出時には、バックアップ電源オプションを用意しておくことをお勧めします。予備のバッテリーとモバイルバッテリーを必ず用意しておきます。素晴らしい。そうすれば、音楽を中断することなく再生し続けることができます。音楽の設定で他に考慮すべきことはありますか？
スピーカーを置くための小さなマットや毛布を持参すると便利な場合があります。音を増幅して地面から保護するのに役立ちます。アウトドアの必需品リストにマットを追加します。パーフェクト。それは私たち全員にとってより良いリスニング体験を生み出すでしょう。アンナ、ご意見ありがとうございます。私たちの音楽的な冒険を楽しみにしています。どういたしまして、ジョンアウトドアを楽しむのに楽しい方法になるよ。音楽を頼りに思い出に残るひとときを作りましょう。絶対に、ジョン。音楽でアウトドアの旅に出よう。レッスン23、パーソナルブランドの構築。課題に直面したとき、冷静に解決策を見つけることは重要ですか？絶対に。冷静なマインドセットで問題に取り組むことで、より明確な思考と効果的な問題解決が可能になります。どうすればパーソナルブランドを構築できますか？パーソナルブランドを構築するには、自分だけのスキル、価値観、専門知識を紹介して、ポジティブで記憶に残る印象を与える必要があります。今日のプロの世界でパーソナルブランドを持つことは必要ですか？はい、パーソナルブランドを持つことは差別化に役立ち、キャリア成長と人脈づくりの機会を生み出します。パーソナルブランドの構築を始めるにはどのようなステップがありますか？まず、目標を定義し、強みを特定し、ターゲットオーディエンスを理解することから始めます。自分のスキルや専門知識をアピールするにはどうすればいいですか？リンクトインなどのオンラインプラットフォームを活用し、プロフェッショナルなウェブサイトを作成し、自分の分野に関連する貴重なコンテンツを共有パーソしてください。ナルブランディングの一貫性を保つことは重要ですか？一貫性が重要です。オンラインでのプレゼンス、メッセージ、行動が希望するブランドイメージと一致していることを確認してください。ネットワーキングはパーソナルブランドの構築に役立ちますか？絶対に。ネットワーキングにより、業界の専門家とつながり、アイデアを共有し、リーチを拡大することができます。パーソナルブランドを向上させるために積極的にフィードバックを求めるべきですか？はい、フィードバックは貴重です。メンター、同僚、またはクライアントから意見を求めて、洞察を得て必要な調整を行ってください。パーソナルブランドを構築しながらどうすれば本物のままでいられますか？自分の価値観に忠実であり続け、独自の資質を示し、誠実さと透明性を保ちながらやり取りをしましょう。パーソナルブランディングは職業生活以外にも広げることができますか？パーソナルブランディングは、個人的な人間関係や人生のさまざまな面であなたがどのように認識されるかに影響を与える可能性これらのがあります。洞察を共有してくれてありがとう、アンナ。パーソナルブランドの構築に取り掛かります。どういたしまして、ジョン魅力的で本物のパーソナルブランドを作れることを祈ります。これからも個人的、仕事上の旅でお互いをサポートしていきましょう。絶対に、ジョン。優れたパーソナルブランドを構築し、ポジティブな影響を与えることが大切です。どうした？それは素晴らしい荷ですね。物を集めて一緒に行きましょう。一緒に行けばもっと楽しくなるよ。持っていく必要があるもののチェックリストを作るべきでしょうか？はい、重要なことを忘れないようにリストを作成しましょう。
リストに含めるべき必需品にはどのようなものがありますか？水、スナック、日焼け止め、地図またはナビゲーションデバイス、および外出に関連する特定のアイテムを用意する必要があります。救急箱のような安全装置を持参すべきですか？万が一の場合に備えて、基本的な応急処置キットを用意しておくことをお勧めします。荷造り中に天気予報を考慮する必要がありますか？はい、天気予報を確認しておくと、適切な服装をしたり、傘やジャケットなどの必要なものを持参したりするのに役立ちます。本やゲームなどの娯楽オプションを持参すべきですか？ダウンタイムが予想される場合は、何らかのエンターテインメントを用意して、エンゲージメントを維持することをお勧めします。思い出を撮るカメラはいかがですか？はい、カメラや優れたカメラ付きのスマートフォンを持参することで、私たちが出会う美しい瞬間を捉えることができます。お土産やゴミが入る可能性があるので、予備のバッグを持っていく必要がありますか？はい、お土産やゴミ用に予備の袋を用意しておくと、環境を清潔に保ち、整理するのに役立ちます。交通手段について具体的に考慮すべきことはありますか？公共交通機関であろうと自家用車であろうと、交通手段にもよりますが、それに応じて梱包する必要があります。さて、これで包括的なリストができたと思います。素晴らしい。出かける前にリストを再確認して、必要なものがすべて揃っていることを確認しましょう。準備が整ったら、一緒に冒険に出かけましょう。絶対に。素晴らしい仲間とのエキサイティングな旅になるでしょう。一緒に行くことを提案してくれてありがとう。あんな経験を共有する方がずっと楽しいです。どういたしまして、ジョン。これ以上は同意できない。一緒に心に残る思い出を作りましょう。この冒険に出かけて、一生大切にするストーリーを作りましょ準備はできてる、ジョン。この日を忘れられないものにしよう。レッスン25、完璧なアパートを選ぶ。1、ベッドルームは私にぴったりだと思います。他にアドバイスはありますか？食料品店、公共交通機関、公園などの施設への場所と近さを考慮してください。アパートが職場に近いことを考慮に入れるべきですか？アパート全体の安全とセキュリティはどうですか？安全な入り口のある安全な地域のアパートを探し、セキュリティシステムや敷地内の警備員などの機能を検討してください。集合住宅で探すべき特定のアメニティはありますか？ジム、ランドリー施設、駐車場、共用エリアなどのアメニティは、生活体験をさらに充実させることができます。アパートの自然光と換気を考慮してみてはいかがですか？自然光と良好な換気は快適な生活環境を作り出すことができるので、検討する価値があります。リース契約条件を徹底的に確認することは重要ですか？絶対に。リースをよく読み、家賃、敷金、ペットポリシー、メンテナンス責任などの条件を理解してください。
決定を下す前に直接アパートに行くべきですか？はい、アパートを訪れることで、実際のスペースを確認し、その状態を評価し、近所の雰囲気を把握することができます。現在または以前の入居者に話を聞いて理解してもらうことをお勧めしますか？現在または以前の入居者と話すことで、集合住宅や家主の対応に関する貴重な情報を得ることができます。アパート全体の手頃な価格と予算を考慮してみてはいかがですか？家賃と関連経費が予算内に収まるようにすることが重要です。アンナさん、アドバイスありがとうございます。アパートを探すときには、これらの点を念頭に置いておきます。どういたしまして、ジョン、あなたのニーズをすべて満たす完璧な1ベッドルームアパートメントがきっと見つかるはずです。ご指導ありがとうございます。このプロセスで皆さんの意見を聞けると心強いです。助けに来たんだジョンアパート探しの幸運を祈ります。家と呼べる快適で居心地の良い場所を見つけていただければ幸いです。アンナ、もう一度ありがとう。あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。いつでもいいジョンをお手伝いできて嬉しいです。アパート探しおめでとう。